こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回ついに部隊名がつき、ドライクロイツの活動範囲が増えました。ここからスパロボ30の代名詞とも言えるフリーシナリオ制が始まるわけですが、今回は宇宙ルート。この宇宙ルートの場合、キーミッションの戦いの第一へをクリアしないと、地上のミッションを行うことができません。なのでしばらくはまだ宇宙のみ。学生の頃からこの考えを持ってる人って、若干危険思想寄りだと思うんですが、これ普通に三つ葉が士官学校を卒業したとして、この思考の士官がいるの恐ろしいわ。影をつける意味。影をつけるならせめて全身につけなさいよと。ということでこの回は以降、館内ミッションにミッションが追加されていきます。内容的にはワンユニットバトルとかそんな感じのやつで、これが縛りで説明した、今回縛り対象とする館内ミッションです。正直シナリオとしての面白みも皆無なので、まあやらないよね。そしてこっちが遺跡ミッションと呼ばれるもの。やることは正直さっきの館内ミッションと同じような感じなんですが、これをやらないとサブ主人公が手に入らず、二人が加入していることが条件の隠しミッションができなくなってしまうため、いずれプレイするつもりです。一応入手できるものはレアめな強化パーツ。そしてミッションに表示されないので、自分で探していかないといけないという、ちょっとめんどくさいやつ。ちなみに現在戦力で突っ込んで勝てる可能性は皆無なので、まあしばらく放置です。そしてなんか知らんけど一つだけ放置されてたシーズンパスも受け取っておきます。なんかこれだけ手に入るタイミング違うんですよね。ということで色々館内ミッションを回したところで再度インターミッション。まずは EOS アップデート。人材運用研究を2段階に上げていきます。ここの3段階目で手に入るマニュアル EXP が非常に大事なので、これを取るのが最優先です。そんなわけで早速ロンデニオンに向かってます。ロンドベルといえばスパロボによっては主人公部隊の中核を担ってたりする部隊ですが、逆者、ユニコーンを経てさすがに色々問題が多すぎたのか、感触に追いやられてるそうです。ちなみにこの世界のアムロはアクシズショックでどっか行きました。とりあえず面倒ごとはブライトのとこに持っていこうぜの精神。ちなみにミシェルはグリプス戦役の頃にはもう関わってました。ユニコーンの後なので、アナハイムは落ち目になってきてるみたいです。まあそこまだこの後マフティー動乱でまたいつものやるんですけどね。
久々に出てきたと思ったらやっぱりこれだよ。やはりスパロボのアストナージ、化け物である。まあこんだけガンダムとニュータイプに関わり続けてたらな。もうブライトさんはそういう宿命ですよね本当に。ということでシナリオスタート。こちらはブライトとヨナ。敵はネオジオン。そしてこのステージの並び、見覚えのある方もいると思います。そう、シャープ0でスーパーエキスパートプラスの説明に使ったステージです。ということで今回からスーパーエキスパートプラスの本章解禁。敵のレベルは27です。そして全記録段階改造とエースボーナス付き。はい命中率と回避率はこのありさまです。本当にこれは前回までと同じゲームでしょうか？ということで正面から突っ込んで勝てるわけもないので、まずは逃げます。この縛りで最もやってはいけないことは1対多数の戦いです。防御兵装が何もない機体だと、何もできずに散っていきます。もろもろの面でバリアが大事になってくる。その説明はもうちょっと後で詳しくしましょうか。さて味方増援の到着タイミングですが、次のターンの味方フェーズです。位置もこの辺なので、敵に攻撃されないギリギリの位置を確認して待機させましょう。ちなみにスパロボ30はいい感じの地形効果がある場所はほとんどないです。地形利用もままならない。ということで味方増援到着。いつも通り前期出撃できますが、位置を調整します。ここから先大事になってくるのは、現時点で奇襲を使えるメンバー。さて味方増援が到着したので、ここから反撃開始です。と言ってももちろんみんなこんな感じの命中です。そのままで何かができるわけもなく。とにかく大事なことは必中を使えるやつはしっかり使うこと。そして敵の攻撃を受けないこと。この2点です。そしてイズルを特攻させます。ビームソードアックス一発ならなんとか生きてる。なんとしてもここで止めてみせる。接近戦で勝負。は？え？ここからだ。とどめだ。これは事故のようなものだ。本当に、完全に事故です。お返しだ。来るなら来い。レッド5が怖がっている。いや、僕か。相乗りさせてもらうぜ。リフスラッシャー。地獄の底まで追いかけろ。くそ、パワーで怒っているのか。なんかイズルが事故で 9% の攻撃を当てましたが、まあこんなのはどうでもよくて、反撃を食らったことで HP が真っ赤に。しかしこれで底力とジュリアシステムが発動。ここからが本番です。
ちなみに底力が発動しても敵の攻撃は基本避けられません。なので耐えるしかない。とか言ってたらなんか玉木も 14% で当てたけどなんなの君たち？不思議なバフがかかってます。一気落とせそうなギラ動画が出来上がりましたが、三つ葉は別のやつに攻撃。ちなみに現在必中が使えるのは、三つ葉、エッジ、スルガだけです。あとはメイビー主任のサポート効果の必中。ウッソくんも 17% で懸命に攻撃しましたが、当たるわけもなく。まあウッソの目的も被弾して底力を発動させることなので。ちなみに先に言っておくと、今最も撃墜優先順位が高いのはブライトです。まだ必中は使えないので、メイビー主任に頑張ってもらいます。目標市民できた。外れるなよ。撤退するしかないのか。ちょっと。いやなんとなく集中はかけたけど、外れてブライトが落とすやろの気持ちだったんです。まあヨナは普通にやると弱いけど、このプレイだと実はそこそこやれる子なので、先を見越して、ということにしておこう。そんなことよりも優先はブライトなんですけどね。この先のステージクリアのために、ブライトのエースボーナスがほぼ必須。そしてそのためにもブライトには早く必中を覚えてもらう必要がある。ブライトが必中を覚えるのはレベル10。こういった理由です。艦長にはビシバシ頑張ってもらいましょう。ということである程度攻撃をしましたが、敵ターンはとにかく援護防御できるようにみんな配置。そして玉木も HP ギリギリになりました。何回ズルが避けちゃったけど、あの HP でも被弾して生きてるわけです。敵の攻撃にシュートダウンが出てないのがその証拠。というのもレッド5含めてアッシュ5機には防御シールドというバリアがついています。これは2000以下の射撃武装を無効化するという効果があります。スパロボ30最強の底力で火ダメを 0.1 倍とかにし、バリアで敵の攻撃を防ぐ。そして底力や見切りによって上げた命中率で敵を殴る。これがこのプレイの基本的な戦い方になります。格闘武装で殴られたら落ちます。当たり前。なので殴られないように注意しましょう。念のため援護防御できるやつを隣につけとくのが一番安全です。ちなみに命中率ですが、底力だけだと全然当たりません。最低でも見切りは発動させたいところですね。早く気力130まで上がってくれ。このために貴重な枠を最適力プラスディフェンスもつけたんだから。攻撃を避けられても気力的にはプラスになります。敵モビルスーツの接近の阻止は1番2番衝撃砲攻撃用意。了解。1番2番衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。撃ち方始め。しかない。なんとかもう一機撃墜。三つ葉は初期精神コマンドが直感と努力とかいう最強状態なので、当てるのはもちろんレベル上げも自力でできます。さすが。本当ならこんな毎ターン直感を使う精神ポイントはないんですが、強化パーツで装備している第30士官学校学生証。これのおかげで、メインパイロットの SP が毎ターンプラス10回復するようになっています。要するに毎ターン15回復する。直感に20使うので、ギリギリやれてる。ところでさっきバリア持ちの機体の戦い方は説明しましたが、じゃあそれ以外の機体はってなりますよね。バリアを持っていない機体では基本的に敵の攻撃を数発耐えられないので、射程外からの攻撃が基本になってきます。もしくは援護攻撃。
なのでウッソには援護攻撃を覚えさせたって感じですね。一応ビームスマートガンが射程長めなので、射程外からの攻撃も可能です。あとは底力や集中で命中率を持って、頑張る。しっかりやれよリズル。全力でいく。ここでやるんだ。もらった。うわダメだ。逃げることも追うこともできない。やり返すぞ。接近を許したな。次もこの調子でやってみせる。いずるに負けてらんない。逃がさない。行くのだ。避けた方に来たか。イズルが避けたのはちょっと計算外。底力のパワーでまだ落ちなかったので、限界まで HP 削って命中率盛りたかった。ところでここまで触れてなかったけど、敵のエースボーナスとカスタムボーナス。一般兵だったりも全員持っていて、それぞれ効果が違います。まずネオジオン兵のエースボーナスは、最終命中率最終回避率プラス 10%。あんまり強くはないけど、地味にうざすぎるやつ。味方で持ってたらいやお前、ってなるけど、敵の雑魚が持ってたら話は変わってきますね。そしてギラ動画のカスタムボーナスが運動性プラス15、照準値プラス20。こちらも地味すぎる基礎性能底上げ。でもこれのせいで敵の攻撃全く避けられる気がしないし、当てられる気もしないっていうね。ちなみに後ろにいるギラズールは、すべての武器の攻撃力プラス200、走行値プラス200、照準値プラス20。的確に嫌なところを底上げしてきています。このせいか絶妙に痛いんだよなギラズールの攻撃。さてなんだかんだ言いながらも順調に敵数を減らしています。なおこれが順調に見えている時点で、多分私の脳みそはもうすでにこの縛りに侵されています。1ターンに1体敵落としてたらそれもう順調じゃねぐらいの感じ。奴らを叩くのがロンドベルの任務だ。メガ粒子砲撃てー。隊長、申し訳ありません。いい火力している。機体サイズ差のおかげで火力も十分です。ちなみに戦艦は HP が多いので、さすがに1発2発の被弾じゃ落とされないですが、普通に3000から4000前後食らうので、4発ももらったら結構ヤバくなったりします。なので被弾はできるけど、あまりしすぎないようにって感じで運用しながらの戦闘を意識していきたい。危なかった。シュートダウン出てないから耐えられるやろとか思って普通に受けると、思った以上に食らってギリギリだったってなるから、雑に受けるのはやめましょうね。ところでさっきから本当に地味に役立ってるやつがいるから話したいんですが、コニーがマジでありがたい。この間仲間になった主楽隊のメンバーね。ガンブラスター乗ってる人。コニーは援護防御を持っているので、様々な機体の補助に回れます。そしてガンダム系の特徴みたいなところありますが、シールド防御。これが地味にありがたい。一応このゲームでは盾装備という表記で書かれています。効果は、防御選択時に非ダメージを 40% にするというもの。
さらに防御選択時以外でも一応発動しますが、相手との技量差とかになるのでその辺は難しいか。これがあるおかげで、援護防御時のダメージをだいぶ抑えられてます。本当に地味なんだけど、受け回しをしないといけないので非常にありがたい。さてついに奥からエリク注意のギラズールもやってきました。火力も高く、HP も非常に多い強敵です。雑魚戦でヒーヒー言ってる時に戦っていい相手じゃない。ところで本当にどうでもいいんですが、ジオンでエリクって言われるとどうしてもエリクブランケが先に出てきてしまうのは私だけでしょうか。ガンダム戦記に出てきた人です。イフリートなハトとか乗ってる人。まあ大体 G ジェネが悪い。さてなんだかんだで残りはギラ動画が3機、ギラズールが1機、そしてエリク注意です。さすがにこれは減ってきた感じある。ギラ動画が下側に集まってしまっているのだけはちょっと気になっています。ラーカイラムに寄ってきてますね。今ターンブライトは必中がかかっていないので、反撃することもできない。近くのギラ動画は落とせたので、少し固まって上の方におびき寄せますか。みんなだいぶ HP が限界来てますしね。真っ赤なのが相当多い。まあでもヨナくんにはもう一頑張りしてもらおう。おとりとして。エリク注意がナラティブを狙ってくると信じるんだ。ちなみにヨナですが、ちゃんと必中を覚えるし、素の底力レベルが6もあるので、しっかり使える。縛りの都合上、素で底力レベルが高い。これが大事になってきます。逆に言うと素で底力がないパイロットはリアル系でもスーパー系でも結構きつくなってくる。火ダメ軽減できないのが本当にきつい。ガンダム、その存在は忌むべきだ。緩慢な動きだな。総員、対衝撃防御。敵は本艦の死角に回り込もうとしています。対応可能なシーウスで撃破を。ネオジオンの残党とは違う。止まれ。未熟なパイロットらしい。そりゃレベル差がこれだけあれば未熟ですがな。ということでエリク注意です。エースボーナスは非ダメージ 0.8 倍、最終回避率プラス 20%。火ダメ 0.8 倍は雑にいろんなキャラが持ってるエースボーナスなんですが、本当に強いんでやめてほしい。単純に 20% のダメージカットですからね。クソ強い。そしてカスタムボーナスは全ての武器攻撃力プラス200、走行値プラス300、運動性プラス20。とにかく底上げ系。おかげで攻撃力は全てが4000超えです。いまいちまだこの縛りでのこのゲームの火力感がわからないんですが、だいたいざっくり武器攻撃力と同じぐらいのダメージが出ます。多分射撃地格統治のせいもあるんでしょうね。とにかく想像しているよりずっと痛いです。自分のとこの攻撃力と同じぐらいだろとか思ってはいけません。なぜなら走行値が違うんですから。このエリク注意のギラズール、走行2540もあります。ゲーム終盤かな？ちょっと前に A ポータブルの最後ら辺で見たような数値です。スバイザーゲインと大差ないですねこれ。こんなのが5話時点で出てくるスパロボです。よろしくお願いします。さて敵の攻撃はなんだかんだで結構イズルと玉木が引き受けてくれてますね。一応アッシュの弱点としては、エネルギー切れもあります。防御シールドは発動時にエネルギーを消費するので、エネルギーが切れると発動できません。それでいてこの2機のアッシュは兵装がエネルギー消費武器ばかり。レッド5はソードカウンターと HEP キャノン。ローズ3は突撃戦法がエネルギー消費武器です。なので基本的にはエネルギーを強化パーツなりで回復できるようにしておきたいですね。一応レッド5は消費アイテムのプロペランとタンクで、ローズ3はダイナモメーターという強化パーツで回復させています。
移動したマスに応じてエネルギーが回復するという強化パーツです。ということでなんだかんだで雑魚全滅。残りはエリク注意のみです。絶望しか感じない状態でしたが、なんとか減らせましたね。さてボス戦ですが、とりあえずまずは敵を囲みます。スパロボ13にはプレイスメント補正というシステムがあります。要するに敵に味方が隣接してると火力が上がりますよってシステム。1機で 0%、2機、3機で 5%、4機で 10% の補正がかかります。なおこの際、攻撃をする機体が隣接していた場合は含まないので、こういった感じで戦闘に参加しない機体たちで囲んでやるのがいいです。そして主力部隊はというと、少し距離を離してギラズールの射程外から攻撃します。ギラズールの最長射程はビームマシンガンコンパクトの5まで。そこより離れれば、反撃を食らうことなく攻撃できます。なお遠すぎるとこうやって必中かけたものの届かない奴がいましたとかなります。内定以下。戦艦にしまってたから気力がゴリゴリ落ちてました。高位化電粒子砲撃てないやん。駿河に明日は来るのか。ということで攻撃開始です。必中かけてない機体が当てられるかは運次第。好きにやらせるなよ。主砲発射。ここで引いたら示しがつかない。このままでは狙いが集中してしまう。この木を無駄にしてはいけません。衝撃砲1番2番攻撃用意。了解。連装衝撃砲1番2番攻撃用意。即興データ確認。相対速度合わせ。よし、撃ち方始め。している。ちなみに援護攻撃は 50% ダメージ減されます。昔は7割8割ぐらいは出てましたが、スパロボ V あたりから下がってるんですよね。さてそして今回のプレイでボス撃墜のために大事になってくるもの。それはこの強化パーツ、鋼の魂。エキスパンションパスの特典でついてきたやつです。これは消費パーツとして使用すると、魂をかけてくれます。戦争の火種は潰させてもらう。これで一気にダメージを出したい。八つ咲きにしてやれ。集中力が切れてきたか。借りは返す。私の距離に入ってきたなら。見通しが甘いな。まあ十分。そもそもリープスラッシャーの攻撃力が高くないっていう話がありますからね。ちなみに今作の魂はよだめ 2.2 倍です。正直熱血と大差ない。年々弱くなっていく魂。さてギラズールの HP は残り2552。もう一息といったところです。あとは誰で倒すか。候補としてはまだ必中継を覚えておらず、戦力として期待できるブライト、イズル、ウッソあたり。この中でイズルだけがレベル5で直感を覚えるので、今回はイズルで落としに行きましょうか。なお今何してるかって、応援の SP 回復待ちとメイビー主任を使うための SSP 回復待ちです。ちょうど同じターンに使えそうだったもんで。ということで最後に念のため分析をかけておき、必中応援で HEP キャノンです。ネオジオンの人は戦いをやめてください。こういう時はこれだ。撃ち抜く。
エリク注意を撃墜。4395もの経験値を入手し、レベルが4に上がりました。これだけ獲得して上がるのは1レベです。そういうゲーム。この時代で艦長を目指すような人間は多かれ少なかれブライトのファンみたいなところあるでしょうね。伝説が服着て歩いてるみたいな人でしょうしね。ということでブライトに司令交代を打診しましたが、断られました。しかも先に準将から話が通ってたという。行動完全に読まれてますよ艦長。さあ同じ名前としてとりあえず謝っておきます。ナラティブはしばらくの間 A 装備と B 装備を切り替えて戦っていくことになります。C 装備もうちょっと早く手に入ってもよかったんじゃないかなとは思う。どいつもこいつも奇跡の子供ばっかりです。そういう奴らが集められてますこれ。そんなわけでゾルタン。相変わらずエリク注意から散々な言われ方をしています。まあゾルタンだからね。仕方ないね。ということでなんとかクリアです。初めてのスーパーエキスパートプラスの本領発揮ステージでしたが、ひとまずは乗り切れました。だいたいイズルと玉木がおとりになってくれたおかげみたいなところある。次回以降も射撃戦だけをしてきてくれ頼むな。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。プレイヤーのみんなに頼みがある。俺たちが作り出す新たな物語、最後まで見届けてほしい。俺たちの心に光が差すまで。君の健闘に期待している。また会おう。